ずーっと欲しかったゲーミングデスク、ようやく完成しました。めちゃくちゃミニマルで最小限かつ多機能で使いやすいハイスペックなゲーミングデスクをご紹介します。はい、どうもこんにちは。 iPad ブロガーの翔太です。今回のデスクのコンセプトはミニマルなゲーミングデスク、最小限かつ多機能で使いやすいの2つ。基本はゲーム用途だけど、仕事も物書きも工作も動画編集も写真編集も好きなこと何でもできちゃう、仕事も遊びも本気なガチデスクとなっております。前回のデスクツアー同様、多くの製品を紹介しますが、過去の動画で紹介したものは手短にサクサク紹介しつつ、新規で登場するデスクガジェットを中心に取り扱っていきますので、デスク環境をいじくりたいなって方々の参考になれば非常に嬉しいです。まずはメインデバイス周りから見ていきましょう。天板には IKEA のエークバッケンというワークトップを使っています。サイズは横幅が126センチ、奥行き65センチ、厚さ2.8センチ、色はライトグレーを選びました。もともと撮影デスク兼ホワイトボードを敷いて使うアナログ作業デスクにする予定だったので、天板の隅々までギリギリ手が届く範囲のこの大きさにしました。ワンチャンホワイトボードマーカーで直接書けるかなとチャレンジしてみましたが、水拭きしてもインク汚れが残ってる雰囲気があったので、おとなしくやめました。想像通り使いやすかったし、サイトで見た色味よりもコンクリート感が強く感触寄りだったので大満足です。価格は税込みで 24,900 円ほど。僕が買おうとしていた時、ちょうど在庫が切れたみたいで、1週間ほど購入できませんでした。人気商品っぽいので、狙ってる方は IKEA に買いに行く前にホームページから在庫情報を確認してからがいいと思います。買いたい時が買い時ですね。続いてデスク足ですが、ゲーミングデスクではフレキシスポット E7 Pro を使っています。プロに決めたポイントはモーターの位置です。メインデスクで使っている同メーカーの E7 は最底辺位置が58センチとフレキシスポット製品の中でもトップクラスに低くセッティングできるため、動画編集や記事執筆をする上でのベスポジに持ってこれて大変お気に入りなのですが、モーターが中央にあるため稀に膝がぶつかってストレスになったりしていました。ゲーミングデスクではそういったストレスを排除するため、モーターがデスクの奥に来る E7 Pro にしています。モーターが奥にあることで、デスクの裏側にマグネットトレイ配線システムを構築できるので、この運用にしてよかったです。メインデスク同様キャスターをつけていて移動は楽々。配線周りをいじりたいときは簡単に動かせて振動も大きく減りました。またデスク横には毎度おなじみバッテンカールを天板にネジ止めしたプレートにかませて引っ掛けています。安定感もバッチリ。フレキシスポットのコントローラーをバッテンカールの上のトレイ下にマグネットで取り付けていて、天板裏もスッキリさせつつ使いやすい場所に配置しています。バッテンカールには任天堂スイッチだったり、カダスマインドに使う PC ファンだったり、ホワイトボードで使う小物たちだったり、山崎実業のティッシュケースだったり、レアコのゴミ箱を置いています。すぐ手の届くデスク横に色々あると、使いたいものにアクセスしやすくて便利です。今回のデスク構築の要となっているのが、カダスの Windows 搭載のミニ PC カダスマインドです。スペックと接続ポートはこちら。Windows 付きながら起動は早いし、バッテリーを内蔵しているため急な電源オフ時もスリープ移行するので、Apple デバイスのような扱いやすさがあります。ブラウジングやブログ執筆などの事務作業は快適です。ただゲームとなると動作の軽いフル HD ゲームがギリギリ遊べる程度。ゲーミングデスクと言っておきながらその程度なんかいと思いますよね。でもご安心ください。このミニ PC のゲーム性能を劇的に向上させるデバイスがあります。それがカダスマインドグラフィックスです。こちらはデスクトップ向けの外部 GPU で、簡単に説明すると USB ハブの超上位互換みたいなものです。接続するデバイスのグラフィック性能をぐっと引き上げてくれます。スペックと接続ポートはこちらです。GPU が NVIDIA GeForce RTX 4600Ti なので、フル HD ゲームは大得意。4K だとゲームによって若干性能があるなといった感じです。僕がよく遊ぶゲームでの使用感はこちらにまとめました。
原神は 4K60fps で1時間ほど秘境やフィールド探索。こちら問題なくサクサク動作しました。崩壊スターレイルは 4K60fps で1時間ほど異物周回や模擬宇宙周りを遊んで問題なくサクサク動作しました。ゼンゼロは 4K60fps で1時間ほどストーリーをプレイ。ラスボス戦で若干カクつきましたね。それ以外はサクサクでした。で、フル HD の 60fps ならラスボス戦もサクサクでした。名調も遊んでみて 4K60fps でストーリーやフィールド探索。こちら問題なくサクサク動作しました。ボス戦も問題なしです。その他のゲームをベンチマークソフトで数値を計測した結果はこちらです。プレミアプロでの動画編集も行ってみましたが、M1 Pro の MacBook Pro と比べて遜色なくサクサク編集が行えてめちゃ快適でした。ゲーミング PC といえばドカンとでかい箱を置くしか選択肢がありませんでしたが、このコンパクトさでスピーカーもついて手先では超コンパクトミニ PC として使えるとなると、今までの PC の常識をぶち壊す金字塔となりうるのではないかなと思いました。ちなみに2025年2月末に発売されるモンハンワイルズもがっつり遊べます。モニターにはイノくんの 27M2V ライトを使用。ゲームを遊ぶにあたって個人的に外せない要素だった 4K27 インチ 120Hz 以上 HDR 対応の4つと Mac でも使えるようにするための USB-C での給電映像出力、あとデスクの統一感を出すためにホワイトのモニターを探していたところ、この6つを全て叶えてくれるのがこちらでした。このモニターは 60Hz までのリフレッシュレートに加えて USB-C65W での給電と映像出力、あと高い色域のカバー率、IPS パネルかつミニ LED を搭載とモリモリな内容にもかかわらず7万円台で購入できます。これらのスペックを抑えたモニターとなると10万円超え、15万から20万くらいはするレベルなのでコスパ面では怪物級です。原神とかモンハンなど高解像度のグラフィックで贅沢に遊びたいゲームとの相性は抜群でした。上位モデルはこのモニター以上のハイコスパモニターですが、デスクのコンセプトカラーが白なので白いモニターが欲しかったこと、遊びたいゲームではこちらのモニターでスペックが十分だったこと、このスペックでのコストパフォーマンスの良さなどに惹かれて採用しました。デスクをスッキリと見せるために配線整理にもこだわってまして、モニターの設計上ディスプレイポート用のケーブルや HDMI ケーブルがどうしても正面から見えてしまうので、L 字コネクタをかませて正面から見えないように工夫しています。U 字コネクタも使おうかと思ったんですが、モニターが分厚くて接続できませんでした。ハブ機能がなかったり、モニターが分厚すぎたり、配線周りに工夫が必要だったりなどのデメリットはありますが、一度セッティングしてしまえばモニターのスペックを堪能するだけなので、モニター選びに迷っている方はぜひこちらご検討ください。そんなハイコスパモニターを支えるのがコフォの無重力モニターアームプロ。数ヶ月使ってますが、これがまあ使いやすい。見た目が可愛いだけじゃないんだなと日々実感しています。アームの動かしやすさに加えてガス圧の調節に六角レンチがいらないところとか、デザインがスタイリッシュな点が特にお気に入りです。メインデスクで使っているエルゴトロン LX と比べると、デスクを動かしている時にふわーっとモニターが動いたり、モニターにちょっと手をかけるだけでスーッと動いてしまうのがメリットなんだけどデメリットにもなりうるなと思います。あと見た目のミニマルさも気に入ってまして、アームの台座の中に台座を固定するネジが入っているので、位置決めしてアームを取り付けて完成させると、ハイパースッキリなデスク環境を作れます。位置移動させたいときはアームを外してからじゃないと動かせないので、そこはデメリットに働きますが、それを踏まえても約2万円でこのスッキリさ、使い勝手の良さは魅力的で、アーム選びのニュースタンダードになった気がしますね。アームの下部にケーブルを隠せますが、関節部分にだらしなく見えてしまうので、何リアのケーブルバンドでくくってアームに這わせて正面からは見えないように配線しました。サブモニターとして eHomeway の16インチ 2.5K モバイルモニターを採用しています。ゲームを遊んでいる時に攻略情報を見たり Twitter を見たりなど、メインモニターがゲーム画面に占有されている際にもう1画面欲しいなと思ったのでこちら導入しました。スペックとポート類はこちらの通り。16インチで WQHD の解像度が綺麗で満足度は非常に高いです。モニターに電源を取っておけば Nintendo Switch や PS5 も直接つなげます。iPad との差別化としても優秀で Windows PC のサブモニターなので PC と同じキーボードやマウスを使っての操作が可能です。またこのモニターにはタッチディスプレイが搭載されています。 iPad などのように融通の利く操作感ではありませんが、ブラウジングなど簡単な操作であればスムーズに動きました。ゲーム中にタッチ操作で色々見れて便利そうだなと思って選びましたが、サブモニターなのでアクティブな画面の移動時に手間取って思ったほど快適な運用はできなかったですね。モニターの設定をタッチでいじれるところはめっちゃ便利でした。
タッチの操作感は一昔前のタブレットという感じ。触った箇所にカーソルが移動するのではなく、カーソルがある場所を起点にタッチ操作でカーソルが移動するので、トラックパッドとかタッチパッドの操作感に近いです。あと背面にマグセーフサイズの磁石が入っていて、専用スタンドだったりマグセーフ系のスタンドでも使えました。メインデスクのデスクシェルフにもセッティング可能です。1点注意点があり、iPhone 15 Pro Max を USB-C ケーブル1本でつないで出力しようとした際に、電力が足りないためか映像の出力ができませんでした。モニターに別で電源を取れば出力されたので、こちら運用の際にはご注意ください。デスクチェアはスチールケースのジェスチャーというモデルを使っています。メインデスクを使っている岡村のシルフィもお気に入りなんですが、中古で買ったためか背もたれのメッシュが結構へたってきてて、このまま使い続けると日々の過酷なデスク作業で患った巻き型が悪化するなと思ったので、背もたれにメッシュを採用していないこちらにしました。背もたれは浅めのクッションになっているので、背中全体をふわっと受け止めつつ、背筋をピンと伸ばしたいい姿勢を保つことができます。猫背の僕とは相性が抜群で想像以上にお気に入りです。あと特に気に入っているのが肘掛けで、360度回転するアームのおかげで、いろんな姿勢に合わせた最適な場所でアームが配置できます。例えばタイピングならこう。スマホをいじるときはこう。コントローラーでゲームをするときはこう。などなど、細かく姿勢を変えたいときに対応する場所へ肘掛けが配置できて、体への負担を軽減できます。ヘッドレストはある、なしが選べて、僕は猫背とストレートネックのダブルパンチ状態なので、ヘッドレストありにしました。ヘッドレストなしの方が見た目がシンプルでかっこいいので、なしでも姿勢がキープできる方はない方がいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにヘッドレストは後からつける、後から外すができないので、こちらご注意ください。あとチェア本体が結構重いので、床材がクッションフロアの部屋だとキャスターの滑りが悪いです。シルフィは床を選ばず滑りがスムーズなので、そこと比べると若干の動きにくさを感じました。ただそれを差し引いても座り心地、作業のしやすさ、ゲームのしやすさは絶品です。こちらのデスクチェアと岡村のシルフィは、彼女が愛用しているパームワークチェアと合わせてデスクチェア比較レビュー動画も作成予定ですので、そちらもお楽しみに。はい、お次はデスク上のデバイスです。ゲームを遊ぶにあたって必要不可欠なお気に入りのアクセサリーたちを紹介します。キーボードはロジクールの MX メカニカルミニを愛用。青軸でクリッキーな打鍵感が好みで、ゲームをしている時のモチベーションがめっちゃ上がります。75% 配列で右側にいくつかのキーがありますが、僕の用途上このキーたちは使わないので、専用のソフトから右側のキーは反応しないように設定しました。右側のキーがないキーボードを長年使っていたので、結構タイプミスがひどかったのですが、設定を変えたおかげで使いやすくなりました。背面にスタンドがついているので角度調節も可能。無線コネクタがついていてケーブルを排除しつつ接続も安定しているのでとても使いやすいです。メカニカルキーボードですがゲーミング向きではないため FPS などの反応速度や複数キーの同時押しには向いていません。原神とか崩壊スターレイルなどのゲームであれば問題なく遊べました。マウスには同じくロジクールから登場しているトラックボールマウスの M575 を使用。マウスの長期間使用で肩とか手の疲労が楽かったのと、ゲームはほぼコントローラーでやるので体への負担を減らしつつマウスとしての機能もこなせるトラックボールマウスを導入してみました。繊細な作業になかなか慣れず断念しましたが、メインの用途以外で地道に使い込んでいったらなんやかんや慣れてきたのでゲーミングデスクで使うことにしました。こちらも FPS などのマウス操作がシビアなゲームには不向きですが、カーソルを多少動かす程度の動作だったら普通のマウスよりも体への負担を減らせるので、ゲーミングマウスは買わずにこちらを使っています。操作感は問題ないのですが、トラックボール部分に指紋や皮脂などの汚れが溜まってボールの動きが悪くなるので定期的なお手入れは必須です。原神を遊んでてナヒーダみたいに視界をくるくる回したいときはちょっと使い勝手が悪かったですね。崩壊スターレイルみたいなターン制のゲームでは全く問題ありませんでした。一応控えとして HP のマウスも用意しています。原神を遊ぶときはこっちに持ち替えて遊んだりしていますね。ホイール部分に高速ストロークがついていますが、今のところは絶賛宝の持ち腐れ気味です。デスクマットは3話サプライのものを使ってます。背面に滑り止めがついているタイプで、ゲームプレイ中にズサッとマットが動いてストレスになるってことがあったので、ゲーミングデスクでは滑り止め付きにしました。マウスとキーボードを置くだけなら十分スペースを確保できるので、大きめのマウスパッドを使って広く操作するゲームをやらないなら、このくらいのマットでいいんじゃないかなと思います。2000円を切る価格ながらも手触りも良く質感もいいので満足度はとても高いです。
コントローラーには PS5 のものを使っていて、FF16 モデルのコントローラーになります。充電ドックはニューデリのものを置いていて、使うときは取って、使わないときは戻して充電するシステムで運用しています。以前 PC ゲームをやっていた頃は Xbox のコントローラーが好きで使っていたのですが、PS5 のゲームを遊ぶようになってから、こっちのコントローラーの方に慣れてきたので、こっちを使ってます。発売当時予約争奪戦に負けて Amazon でちょっと高めの金額で購入したのですが、現在はその値段よりもさらに高くなってました。いや、あの時マジで買っといてよかったです。あと余談ですが、ゲーミングデスクなので PS5 ももちろんセット可能です。ただデスク上に色々配置するのは野暮なので、本格的に PS5 をセットする際には、プレダックスの PS5 用のマウントをデスク裏にネジ止めして配置しようかと思っています。ちなみに PS5 も FF16 モデルのケースにしました。たまにメモを取ったり、ゲームの攻略動画を見たり、ネットサーフィンをしたりなど、パソコンの画面が占有されている時に使うタブレットとして iPad mini 第6世代を使っています。OS が違うので、サブモニターとしても差別化できています。背面にマグセーフリングを貼り付けて、モフトのマグセーフ対応7変化マルチスタンドで角度をつけられるようにしました。Discord や LINE 通話は PC でもできますが、PC 側の負荷を減らすために iPad でやったりもできます。iPad mini に関しては過去に動画で詳しく紹介しているので、そちらをご覧ください。第7世代が出るって噂が結構経ってますが、どうなんでしょうかね。そろそろ新作が出てほしい頃ですよね。10月の Apple 発表会で出てくれると嬉しいですよね。いや、楽しみ。iPhone 用の充電器としてベルキンの Qi2 マグセーフ充電スタンドを導入しています。Qi2 対応なので iPhone を 15W でのワイヤレス充電が可能です。最新の iPhone は 15W だとちょっと遅いかもなので、今後はそれに対応した新しいモデルが登場するかもしれません。ゲーミングデスクはなるべく白基調のガジェットを集めているので、白い充電スタンドにしました。平置きもできるし、角度をつけたスタンドとしても使えて便利です。後ほど紹介するアンカーの充電器から電源を取っていて、iPhone や iPad などを USB-C ケーブルで充電できるようにもしています。iPad mini の充電が必要になったら、こちらのケーブルを入れ替えて充電しています。コースターは山崎実業のシリコンコースター。グラスはキントーのダブルウォールのコーヒーカップを使っています。コースターは立体構造なので、グラスの水が滴っても全部受け止めてくれて安心。コーヒーカップの方は二重構造になっていて、温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物は常温になりにくいです。あと結露も出ませんね。容量は 250ml なので、ゲーマーのポーション、レッドブルの 250ml がちょうど入るくらいですね。ゲーミングデスクじゃない活用法として、アナログデスクとしても使ってます。YouTube の動画ネタを考えるときとかに、デスク上のものを全部どかして、ホワイトボードシートを広げてひたすら書き殴りまくりです。以前はホワイトボードシートを壁につけてましたが、今の家は貼る場所がないので、普段は壁掛けで保管しつつ、書きたくなったらデスクの上に広げてめちゃくちゃ書くみたいな運用にしています。アイデアを出したり、いろいろと考えたいときは、とにかく思いつく限りアウトプットしていくことが大事なので、YouTube 活動だったりではマジでめちゃくちゃ重宝してます。やっぱね、ホワイトボードは最高っすよ。はい、デスク上のものたちはこんな感じです。最後は一度覗いたら最後、整理するまでは出られないデスク収納&配線周りを紹介します。デスクチェアでも紹介したスチールケースというメーカーから発売されているワゴンをゲーミングデスクに採用しました。見た目と色味がとにかく可愛い、取っ手がなくミニマルなデザインで、引き出しは開けたい箇所を押すことでポンと飛び出してきます。耐荷重は1段目が 2kg、2段目が 14.5kg まで、そしてワゴン上は 91kg まで耐えられます。オプションで取り付けられるクッショントップと合わせると、足置きにも使えてリラックスしながらゲームを遊ぶのにもってこいです。キャスター付きのフレキシスポット E7 Pro であれば、一番低くした状態でもワゴンをデスク下に収納できます。これができるのはマジで神ワゴンですね。いやー、ゲーミングデスクいろんな商品紹介して疲れてきちゃったなちょっと声も枯れてきちゃったし、僕のライフも残りわずかになってきたな。よし、ゴールに向けてちょっと回復しとこうかな。配線トレイにはフレキシスポットのケーブルトレイを使用。詳しくは配線整理の動画でも紹介していますが、天板にネジ止めするパーツは使わずに、完全別メーカーのマグネット台座とワッシャーを使って DIY して、磁石でくっつけるシステムで使っています。
ハイスペックモニターとかハイスペック PC などの電源アダプターは重いものが多いので、マグネットは3つか4つほどつけた方が安定感がありました。2つだけつける運用だとちょっと磁力が弱いので、こちらご注意ください。ケーブルたちはなるべく束ねてトレーに置くだけの簡単収納です。デスク上で使う充電器系のものをまとめるためにアンカーの6ポート充電器を導入しました。これは後ほど紹介します。電源タップには毎度おなじみのエレコムのマグネット電源タップを使っています。デスクとして運用していく上でプラグをそのまま挿すとなんか気になるなぁと思ったので、プラグの向き変換アダプターを使ってなるべくデスク足に沿うように配線しています。またカダスマインドグラフィックスの電源プラグが 3P プラグなので 2P プラグに変換するアダプターをつけています。現状だとアース線の対策ができているので、いい感じに配線できる方法が見つかり次第対応予定です。ケーブルたちはそのままにしておくと暴れ散らかすので、こちらも毎度おなじみのマグネットフックを中間地点に置いてケーブル導線を作っています。電源タップのケーブルもそのまま使うと、デスクを移動させた時にキャスターがケーブルを踏んでしまうので、なるべく踏まないように山崎実業のスプレーフックを使ってケーブル導線を確保しています。充電器系はすべてアンカープライムの6ポート充電器にまとめました。もちろんこちら自腹購入です。ベルキンの充電器や PS5 の充電スタンド、カダスマインドグラフィックスのファンなどをつないでいます。デスク上の配線はなるべくスッキリさせたいマンなので、配線トレイに置いて運用中。コンセントに直差しタイプではないので、デスク上に置いて充電ドック的な使い方もできます。ポートの多い充電器はデスク配線を減らせたりまとめたりするのにめちゃめちゃ便利で、この子のおかげで配線周りをギュッとさせるのに成功しました。ここだけの話、メインデスクよりいいものを使ってます。ちなみにデスク用に購入するならワンランク上のモデルもあるので、こちらも合わせて検討するといいかもしれません。はい。てなわけで今回は2024年版のゲーミングデスクツアーをご紹介しました。原神やモンハンも遊べるミニマルスッキリデスク環境を構築したい方はぜひ参考にしてみてください。PC のスペック周りや気になる製品などのご質問もお待ちしております。このチャンネルでは今後も iPad やデスク周りに関する動画を投稿しつつ、たまに iPhone や Apple Watch などの情報も発信していきますので、よければぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。iPad ブロガーの翔太でした。